28の時に、新宿の紀ノ国屋に行って、でかいその本屋だったらあるだろうと思って行ったら「いやー分かりませんね小笠原って」って言うから「いやーあるんですけどね」って言って「どの辺ですか?」「いや分かんないな」って言って「いや女の人は「いや店長店長」って言って「小笠原ってなんか1ページ見たことあってどっかあの辺の地図に載ってなかったかな」って言って「ちょっと待って」って言って持ってきたのがやっぱ小笠原諸島東京都なと。波乗り始めたのが8歳から10歳ぐらいの間なんだ。バディボードっていうのかな、だいたいこれぐらいの幅の板で。4歳、伊豆の大島、羽生の港。やったら面白いからお前もやれよっつって言ってやったのが、初めてだったんですよね。はい、湘南で中学3年生の終わりぐらいだから15歳。先輩に誘われて鎌倉でサーフィンしたんです。サーフボードを初めて見たのはその当時小学校4年、なんだかわからない、初めて見たから。我々はもうあるもんで全て遊んでたけど、今の人たちなんかはね、いろんなおもちゃ買ってきてもらえるけど、我々は違う、自分で作るだから 2x4 っていう板をね、あれを使ってマリーンプライウッドってね、ベニヤ板なんだけど水にすごく強く腐んないの。すごい高いベニヤなんだけど、それをこう重なってこう作ってねでこれだったら立って乗れるだろうと。立って乗れるんだけど重いから前が上げれないわけ。乗るたんびにスーストン下まで行くわけだ。で何回かやってこれは乗れないっていうことで諦めたけどね。だからそういうことがあったから余計こう本当のサーフボード欲しかったね。Strolling in the summer, but here comes time. Playing with the seasons, and I've been learning how to play the game, but I won't stop learning, and she comes filling in the holes. Though I've been trying to leave it for something I am sure, but you could be my. その当時は前浜ってもう本当にね、サンゴだらけで海水浴をやるようなそういう海岸じゃない。
もうサンゴがすごくて魚もすごい綺麗で You could take me on, and I could play the fool. I could shave for once for those easy kisses, and you could teach me what is wrong and show me what is right. あそこでアサリ取ったりみんなできる時代だったのでずっと沖の方まで浅かったからかなりいい波が沖の方から波は毎日のようにふんだんに、例えば今その自衛隊のスロープがあるけど、あそこは貫通されてね、まっすぐうねりでまっすぐ入ってきちゃう、前浜の方へ。だからうねりなり波はほとんど腰胸は毎日のように要するに波があ I ったね。 just wanna see your eyes looking at mine, looking at yours, 'cause you could be mine, I could be yours. You could be mine, I could be yours. You could take me on. で一回はあれだよ暗くなったら車に電気つけて波乗りやってたら警察が来て台風が接近してます早く出なさいとか言って頑張ってれるかっていう感じでいややっぱり波乗りやってると人間バカになるからさ発売に着いた時も日本人が少ないし欧米の人ばっかしだし、ここは日本語通じんのかなと思って、それで周りはもうほとんどうちもないし道路も舗装されてなかったからサンゴダストだったから観光で来たのって言うから「いやサーフィンやりたいな」って言ったけど「サーフィン?」って言われて「サーフィンないね」って言われてでサーフィンってやっぱ知ってんだなと思って。でなんかそのグアムから流れ着いた板が1本あったらしくて、そのサーフィンっていうのはなんか分かってたみたいで、それで「いやーサーフィンやるの?」って言われて「やりますよ」って言ったら「いやー扇浦の方にね日本人でね一人ねサーフィンやってる人がいるんだよ」。当時何よりも辛いのは若者がいない。だからここに若者がいるためには入れるようになるためには何だろうって考えて、それでライブハウスだとかショップだとかスケートボードだとか若いやつだったら普通にやることをこの島に導入していくわけだ。その名前がワークショップラオって言います。場所も扇浦、電気も水道もない。扇浦なんてあっちだろって、いやあの山の向こうだよって言うからまた山をまた登って越すのって言って、ロングボート貸してって、それでパトリングして会いに行った。でのりくんって初めてそれで2人で
握手して、ね、じゃあどっから来たのって、いや鎌倉ですって言って。Stolen from this slumber, the presents marked by rain, a black overcoat flowing past, thunder cracks like rain.何かで共通なものは一つ、なんだって。それをサーフィンっていうもので握手できたり、音楽っていうもので握手できたり、この島の自然が素晴らしいっていうことで握手できたりした。それはもうナイスなコミュニケーションツールじゃない。そこに優劣はないし、どれだけ大切な見つけたものを愛して、それで共通にコミュニケーションできて楽しくできて、失礼のないように、また失礼を与えないように快適なアイランドライフを繰り広げる。20歳の時にヒマラヤを見に行きたくて旅に出かけたので、3ヶ月間ずっと朝から晩までヒマラヤをネパールっていうところに行って見てたので、まあ20歳ぐらいだから当然何にも持ってないわけだ。人生を生き抜くためのタクティクスで行った時に、まあ20歳だといろんなものになれるかもしれない、またいろんなものになりたい。それが例えばそのビートルズになりたいでも、ボブ・ディランになりたいでも、またアーティストになりたいでも、ワールドプロサーファーになって、世界チャンピオンになりたいとか、まあどんな夢でもいいんだ。でそういうふうに人生を進める人もいるわけだよね。でも自分の場合はそこに先生もなく見本もなく、ただいろんな自分のイメージや読んだ本や見た映画や聴いてる音楽
出会った人との影響みたいなものでしか自分を組み立てるハウトゥーや道具がないんだよ。それしか。そして3ヶ月ヒマラヤの道では何者にもなれない。その何者にもなれないっていうのは、自分が憧れてる存在になるためには自分自身を発見して、自分自身にならない限り他のものにはなれないなっていうことに気づいたわけ。それが全ての経験を自分のステイしている地元ボニーアイランドに持って帰ってこよう。最初のきっかけ。まあそこから独学でサーフィンしていながらトミーがやってきて、中田がやってきて、いろんなサーファーが訪ねてくるようになった。それでその訪ねてきたサーファーたちを案内して一緒にサーフィンしているうちに、アイランドクラシックっていうハワイのメーカーの社長さんがやってきて、いろんな話をしてサーフィンを見てもらったら、まあ、ぜひうちの会社に来ねえかっていう誘われて。でそのアイランドクラシックの社長とした旅の中では、まあ、ハワイ、カリフォルニア、そしてメキシコのメキシカンパイプラインって言われるプエルトエスコンディード、大潮のたんびに10フィートの土壇場で土チューブ、もう心臓が3メーターぐらい飛び出ちゃうぐらいの波をやっては巻かれ、死にそうになってみたいな、まあなんとか一本乗ってみたいな、まあそんな青春の1ページがありましたかね。でも何もない、ただ発泡スチロールを切ってサーフィンを始めた自分のサーフヒストリーからすれば、夢のまた夢の夢が現実なんで、そういうことがゲットできたことが誇りかな。でそれをまあ俺の場合は全部島に持って帰って、島の中でそれをまた組み立て直して、島の中に自分のスペシャルな理想とするサーフィンライフを繰り広げるっていうことに転換できた。要するに何にもないってことは劣等感なわけだ。欠けてるって思ってるわけだ。でサーフィンの聖地や本場がハワイなわけだ。でハワイに出かけてった。でも最初あったのはメジャーなプロサーファーとか、そういうまあ憧れの人たち、憧れの生活をしている人物だった。でそれだけ知っててもちょっとなーって思ってて、自分と同じような身の丈のやつはいないのかなと思って、モロカイ島っていうハワイでその当時の父島と同じぐらいで商店が4つぐらいしかない。まあ人口は6000人ぐらいなんだけど、ほとんど何もないわけだ。でそこでローカルサーファーと出会う。ポール泉が年も一緒で、その人と仲良くなって毎日一緒にサーフィンして、夜はビール飲んでギター弾いて歌うっていうのを1週間ぐらいやってて、まあすごい気があったんだけど、同じじゃんって。要するに本場ハワイに住んでるハワイアンの普通のサーファーが普通に生活していれば全く俺たちと一緒。アイランドピープルなら当たり前に暮らすっていうライフスタイル。
それをそいつと1週間過ごしてすげえ気が楽になったの。お前もサーフィンやるじゃんとか言って、お前もなーなんて、今日はあの波乗ったなーみたいなことで一日が終われるわけだ。イルカにも魂持ってかれたりとか、それからずっと小笠原にハマった。イルカと泳ぐのがこのサーフィンで遊ぶ感覚とすごいバーベリエーションが似てる。だからすごいなんか楽しかったし、心の中っていうか、その魂がそう小笠原によってこう呼び戻されたというか、そういう自然回帰というか、そんな感じで戻ってきたんじゃないかなっていうふうに今思うとね、そういうふうに思ってる。なんか当時会社勤めてた時がちょうどバブルで忙しくて大変な時だった。でそんな時にポコッと小笠原に来たもんだから、今までの自分のその人生の価値観だとかそういうものがまるっきりその真逆を見ちゃったので、なんか今までそれがその当たり前だと思ってた自分のその生活と全然違うところを見ちゃったもんだから、ああこの生き方が本当はその人としての生き方かなみたいな、そんなこうまあカルチャーショックって言えばカルチャーショックだったんだよね。今はなんかそのサーフィンそのものの競技性っていうよりは、そのサーフィンを通じてその小笠原の自然とこう触れ合うっていうそこにすごく魅力を感じていて、でそれがないと多分この自然と触れ合う機会もガクンと減っちゃうだろうから、すごくやっぱりそこは大切にしていきたいなと。サーフィンとはね、己というかね、自分自身をしっかりしなきゃと思わせるようなスポーツですかね。80年代のサーフィンブームが始まっちゃって、もう朝から晩までサーフボードの手入ればっかりで全然サーフィンできなかった。とりあえずあったかいところでサーフィンがしたいって思い立って、こういう南の島のアルバイトをこう探し出したのが最初。その頃ね、波乗りにかなりハマってて、週末になると波乗りに行ってたんですけど、要は土日にかけて行って、だいたい日曜日の帰りにね、もう眠くてね、もう何回も事故りそうになって、このまま波乗りやったら多分俺死ぬなと思って、交通事故で。俺そろそろ海のそばでやっぱ住むかなっていう話をしたら、りょうさん、絶対海のそばだったら小笠原がいいよっていうその一言、それが小笠原に来るきっかけに。仰天丸という船の船頭とじ君というのが
降りた瞬間に板持って降りた瞬間に波乗りやるのってこう聞いてきたんだよね。それで波乗りできんのって聞いて、できるできるっていうことで、何ポイント何ポイントって、そうなんだ。引き上げた後鹿児島の方のね奄美大島に行ったんですけど、それも雑誌見てすんごいいい波ですって、とりあえず小笠原もちょっと若かったんで、その奄美大島の波の良さに惹かれていってでワンシーズンの予定だったんですけど、台風シーズンの一番最後ぐらいにすんごいいい波見つけちゃって、これはちょっともう1年いるしかないなっていうことで、台風シーズンで2回過ごして、そこは引き上げたんですけど、そこはやっぱね島が大きい、大島っていうぐらい、移動するのにも時間かかるし、やっぱりねコンパクトな小笠原がやはりなぜかね気がかりで。Good afternoon. My name is Kevin. で行ってね、一番最初はね、もうそのラオより前にトジ君の仰天丸で連れてってもらった弟島瀬戸の波が素晴らしい波だった。それもね本当に、瀬戸なんでね、潮が止まってる瞬間じゃないと波乗り不可能な感じなんだけど、その時はたまたまあっちからだから東からのうねりですごいパーフェクト真三角な、思い出的には頭ぐらいあった。島でもね、とりあえず年に何回かスペシャルな波が、何よりドラゴンアートサイドにすごい波が、父島周辺で見る波をさらにでかくした感じだからね、やっぱり相当気合がないとちょっと負けちゃう波。
間の感覚が変わってくるよね。人間の感覚っていうのは波乗りやってる時にこの時間の感覚が変わるなっていうのをよく感じてたんだけど、はっきり言うと人間っていうのは永遠の命を得ることは多分無理だろうし、かつてのね、王様たちはそれを望んで滅びていくわけだと思うんだけど、ただ永遠の感覚を得ることは可能なんじゃないかなって気が波乗りやってて気づいたよね。やっぱそれはなんかこう波乗りが宗教だっていう言わせる一つの要因かもしれないけど、やっぱ感覚が研ぎ澄まされるとその一瞬の出来事が永遠の時間に変わっていくなっていうのを感じます。それね本当気持ちいいですよね。普通の人はねだんだん年取ってくると、短く感じるって言うんですよね。10代20代30代40代50代だんだん短く感じるようになってきたっていう人が多いんだけど、俺ね不思議なことにだんだん長く感じるようになってきたんだね。だからサラリーマン時代でずっと同じことをやってる時がすごい短く感じてて、そしてこの島に来て、いろんなことにこうチャレンジさせてもらって、そして今このプーランで目指してるのが、7世代後に美しい地球を世界中の人たちが笑顔にっていうのをある時決めたんですけど、こんなところで何ができるかっていうことなんだけど、結局今の戦争はねエネルギーと食べ物のきっと奪い合いなんだと思う。考え方が違うからっていうけど基本的にはそんなには変わらなくて、その裏に働くのはそういうエネルギーを抑えて利権問題で、なるべくエネルギーを使わない生活をすればその平和な生活ができる、そういうことを常に頭で考えてチャレンジしてるんで、それをやめちゃうときっとね時間はどんどん短くなってきて一気にあの世に行っちゃうのかもしれないですよね。だから何かをチャレンジし続けるっていうことはその時間を、自分の人生を長くするコツなのかもしれないなっていうのを、波乗りから教えてもらった感じです。でもその目的と目標を決めないと人間って歩き出せないっていうんだね。だから何言ってんだこの親父って思われるかもしれないけど、そういうふうに決めると何か来た時にどっちが世界の人幸せになれるのかなってこう選択できるから、そっちの道に行ける。こっちはやっぱまずいだろうみたいなね、どうしてもね競争しちゃいますよね。シェアしようっていうよりも自分がもっとってね。今でもなかなかそれのとらわれから抜けられないんだけど、なんとか抜けられるように努力したいなと思ってます。キーはね誰でもどこでもいつでもっていうものを誰でもどこでもいつでもやってること、それが世の中を変えることのキーに俺はなると思うんで、例えば水を使うんで大体今ね日本人、アメリカ人、多分アメリカ人の方が多いかもしれないよ。大体1人500リットル使ってるって言われてるね、1日ね水道をね。で、その半分はトイレに流れるわけ、水洗トイレ。それで今日本はすごい水の、ね、豊かな国だからそれをやってるわけだけどさ、たくさんの川がせき止められたわけ、ダムができて、で一番起きるのは砂が流れなくなる。そうすると砂浜がなくなるんだよね。で砂浜がなくなると護岸工事しなきゃいけなくなっちゃうわけで、テトラポットっていうねでかいのをどんどん日本のビーチには置くようになったわけ。サーファーにとっては一番困るわけ、砂が流れないと、ポイントがだんだんなくなるからね。だけどそれ以外に、公共事業で常にせき止めて砂を浚渫掘るでしょ。でそれを運んで固めてっていう作業が起きるわけです。そこにお金がどんどん落ちてるわけだけど、でそれを税金で払ってる。だけどさ、ほとんどのビーチはコンクリで固められて、そしてそこの生態系は破壊されるし、でそれを誰がやってんのって、政府が悪い、ダム作るやつが悪いって言うけど、じゃあ水使ってるやつが悪いんじゃないかっていうのに変えなきゃいけないんだよね。誰でももしね半分にもししたら水を使うの
そうすると半分のダムがいらなくなるかもしれないっていう気づかなきゃいけない。だからいつでもどこでも誰でも、やってることを少しずつ変えるってことがすごく重要なことだっていうのを、感じて、まあ、こういう生活を体験してもらってるんです。でうちの場合はシャワーを浴びてそれを水に風呂に溜めて、でその水を洗濯に入れて、でそれで流した水を、バケツに溜めてトイレに流して、でトイレの水を畑にまいて、そして里芋を作ってるんだね。だからまあちょっと考えればもう激減しちゃうんだけど、うちは本当に水の使用量は多分普通のところのまあ1分の1までいかないかもしれないけど5分の1ぐらいに抑えられるようになっちゃったかもしれないけど、もしそれが誰でもどこでもみんながってやったら本当にね全ての川が流れて、そして全ての川の水が飲めるようになるかもしれない。そう思うでしょ、卒業してすぐに肉屋の会社に就職した。でもそこがもう月曜から土曜まで朝から晩まで仕事して残業代もないような。で海沿いを通るのそれが。で波がある人が超わかる。でボード積んだサーファーとかがさ、俺は仕事行くのにこっちいたりする。My mind's awake again, but my body sleeps this vicious cycle. I'm in the siren. Beauty sleep is my mental idol. Block out the illusions, 'cause naked eyes can tell the future. Sent to brain confusion, ruin my mental doodle. Let it go at the break of dawn. Story cycles my circadian. Circles live in the blood that's drawn. Story cycles my circadian. こっち来てよかった。不思議なのは当時はね土曜波っていうのがよくあったんだよ。で台風は全然小笠原影響ないけど波だけが来るの。すごいいいの。土曜波だってもうみんな喜んでひたすら海岸に。それは波の上ばっかりじゃなくてずっと遠浅でまだ自然がたくさんあったから波があるといろんな貝が打ち上がるとか魚のこんな大きいやつもたまに打ち上がる。そういう楽しみもあってみんなよく見に行ってた。土曜波っていうのはいつ頃からなくなったかちょっと覚えてないけどだんだんとそういう大きい波もなくなったね。黒岩とかあそこなんかみんなぶっかぶってたからね波がね。であそこの黒岩見てて大きい波が来るぞっていうのが分かる。それで自分らのいる位置をもっと大きい区間全部決める。でその自分らの波が大きい時潮の流れもみんなあるわけだ。
から必ずあの電柱とあの木と全部こうピンポイントに押さえておいて、大きい波の時はどこへ行けとか、そういうふうにいつも一定のポイントを捕まえてやってました。Searching for anything, and this portrait's on its way. It's painting a melody or a memory.
gone. You won't be back, I know. 人生っていうのは想像するものだということは、サーフィンをしてサーファーになりたいと思った瞬間に自分自身をサーファーとして想像しなきゃいけない。その上でまたエボリューション進化させていかなくちゃいけないんだ。それで次の新しい波を待つんだ常に。 Remember when you tried me. 全てのものが波だっていうか、まずね、光もそれからまあね、原子やそういうところからも微妙なこう波が出てて、でこうああ全ては波なんだ。波の方に都合があって、そっちに俺たちサーファーが合わせていくわけだ。いつでも波はある。どこかで割れるし、聖地ハワイは今でもあらゆる人たちが未知の波で追っかけて新しいポイントを開拓してるよ。そしてそれは人に伝えるものじゃないんだよね。本当にサーファーからサーファーに行動で見つけていくものなんだよ。要するにどんな島であろうと波はあるんだ。そこにサーファーが誕生するかどうかがその島の未来、これを作れるかどうか。まあつながるってことが重要。そしてまあ、波乗りの場合はそのコミュニティでその同じ場所でつながることのできる人たちだと思うので、まあ、これからも続けたいものの一つ、死ぬまでやりたいというのが私の人生の目的の一つでもあります。ね、そういうつながりっていうのはやっぱりね、業界がやっぱあって、やっぱりその切っても切れないものがあるなっていう。今やっぱりそういう人を好きになればなるほど友達がいっぱい、人間もいっぱい作れると思いますよ。だからサーフィンやってて本当に良かったなと思って。でそういうことをやってるとやがて波乗りしてなくてもサーフィンできるようになるんだよ。陸の上でも何をしていてもテイクオフしてボトムターンしてアップエンドダウンしてカットバックしてフルアウトして、ある時はワイプアウトして、ある時は空飛んで、ある時は旅をして、でもあらゆるものが自分の日常ライフスタイルの中に持ち込むと、また持ってる、それがこのサーファーっていうトライブ部族の中心だ。でそういうことをして生きていくにはこの島はとてもいいとこだ。美しい海、美しい空、美しい島、おいしい空気、Sometimes時々いい波。何よりも素晴らしいのはみんながなるべくハッピーでいようって心がけてるから、会った時も「お波あるぜ」っていう、それが会話の中心。がっかり波ないぜとか、おお来たぜ台風みたいな、そういう程よい小さなコミュニティでサーフィンがコミュニケーションのツールになってて、そうやってこの地球とともにこの海とともにサーファーは未来過去行ったり来たりして現在をサーフィンしていくもんなんだよね。
海の中行ってね、波に乗ってるのが楽しい。それだけ。みんなと一緒だろね。自然の力で走るっていうか。